ハロー、皆さん。今日はドイツの魅力的な城を訪れました。ドイツへようこそ。今回はライン川とモーゼル川沿いのドイツの名城や美しい観光スポットを巡っていきます。この城はドイツでも最も魅力的な城の一つ、エルス城。綺麗な自然と保存状態の良さで知られているよ。エルス城はエルスバハという川の谷の中にある。その立地のおかげで、たくさんの戦争があっても破壊されずに済んだ。そんなわけでアクセスも一苦労。車であれば駐車場から徒歩もしくはシャトルバスで数分。電車でアクセスする場合はハッツテンポートの駅から駐車場までバスで約25分、タクシーで約15分の距離です。駐車場から山の中を歩いて城にアクセスするので、冬の間は閉館しているため要注意です。城の内部は現在のところ写真も動画も許可されていないためお見せできないのですが、外観と中庭、ギャラリーの映像とともにエルツ城を簡単に紹介。エルツ城は12世紀初頭にエルツ家がこの地に城を築き、防衛と居住を兼ね備えた拠点として使用し始めました。マークが冒頭にも話したように、この素晴らしい立地のおかげで数世紀にわたるドイツの歴史的紛争の中で奇跡と言っても過言ではないほどほぼ無傷で現代まで残りました。これは30年戦争やナポレオン時代の戦火を免れた数少ない城の一つです。城の建築にはロマネスク、ゴシック、ルネサンス様式の融合が見られ、エルツ家の異なる文系ルーベナフ、ローデンドーフ、ケンペニヒが所有していた3つの主要な建築部分で構成されています。そしてまだここにエルツ家の一部の人が住んでいるというので驚きです。内部の見どころは紋章がたくさんある部屋や寝室、台所などです。エルツ城のお宝のコレクションが展示されているギャラリーもお見逃しなく。モーゼル川沿いを30分ほど走り、コッヘムの町に到着。この町の人口は約5000人とかなり少ない印象ですが、モーゼル川の谷間に位置する緑豊かな町で、その美しさから多くの観光客を引き寄せます。また豊かな気候からワイン栽培が活発で、特にリースリング、白ワインが有名で世界的に評価されています。街中にはワインの自販機があるほどワイン文化が浸透しているんですよ。これなら日曜祝日でもお酒が買えますね。そしてコッヘムの街の象徴といえば、高台にそびえ立つコッヘム城。この城の起源は11世紀まで遡ります。ライン地方の宮中泊が要塞として築いたのが起源とされ、12世紀に神聖ローマ帝国のコンラード3世がライン宮中泊の座につくと、この城はライヒスボーグ、つまり帝国の城として知られるようになりました。しかし17世紀後半のファルツ継承戦争の際に、城はフランス軍によって破壊され廃墟と化しました。19世紀後半にベルリンの実業家によって
趣味の城としてネオゴシック様式で再建され、現在はガイド付きツアーで内部を見学することができます。ここからの景色がもうたまらなく美しいんですよね。たまたま席が空いていたので城のレストランでランチタイム。私はコッヘマーピンツァーテラー、マークはクッシャーシニッツェル。クッシャーはドイツ語で馬車を操る人を指すそうで、かつてこのボリュームのある料理を食べてエネルギーを補給していたことに由来しているんだそうです。一方、ピンツァーはワイン生産者やワイン農家を指し、テラーは皿を意味するため、コッヘムのワイン農家プレートといったところでしょうか。この最高の景色を眺めながら、彩り豊かなプレートをペロリといただきました。城の周りにあるワイン畑には、かわいい蛇の顔をした柵がワイン畑を守っていました。夏の爽やかな風景に目を奪われながら、コッヘムからまた車で約50分。シュトルツェンフェルス城までは、麓の駐車場から山道を歩いて登ります。この城はもともと13世紀の神聖ローマ帝国時代にライン川の通行税を徴収する目的で要塞として建てられました。14世紀以降は増築され、防衛の拠点として使用されましたが、ファルツ継承戦争の際にはコッヘム城と同様の末路をたどることに。19世紀に入り、ドイツロマン主義の影響で古城再建の機運が高まる中、プロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世が廃墟となっていたシュトルツェンフェルス城を再建し、夏の離宮として利用されるようになりました。ここもガイド付きのツアーが必要で、今回は入れなかったのですが、ロマン主義の影響で外観は以前紹介したノイシュバンシュタイン城横のホーエンシュバンガウ城に似ていました。ドイツには2万以上の城があると言われていますが、特にライン川やモーゼル川沿いのライン渓谷には中世の城が多く、まるで城の谷のようですよね。ライン渓谷の中流上部はこの独特な景観からユネスコ世界遺産にも登録されていますが、その中でも注目したいのがローレライ伝説を持つ有名な岩山。この伝説ではローレライという美しい水の精霊が彼女の美しい歌声で船乗りを誘惑してライン川にある岩にぶつけるようにした。この伝説はドイツの詩人ハインリヒ・ハイネが書いた詩ディ・ローレライでも有名です。この辺りの川沿いには古城が多いと話していましたが、車からの映像はこんな感じです。ほんの一部ですが、かなりの数の古城があるので、クルーズ船から見た方が絶対面白いと思います。最後の目的地はライン川沿いにある壮大な記念碑。これは以前紹介したヘアマンやヴィルヘルム1世の記念碑と同じく、ドイツ統一の象徴、ドイツ帝国の誕生を記念して建設されました。
1883年に完成したこの記念碑には、高さ 12.5 メートルの巨大なゲアマニア像が立ち、左手には剣を、右手には冠を掲げ、ドイツ統一の誇りと力強さを示しています。土台部分には戦争のシーンや平和と統一を祝うシーンが描かれています。そして何といってもここからの景色が素晴らしく贅沢な眺めなんです。この辺りもユネスコ世界遺産に登録されているエリアです。なんだかこの景色を見ていると満たされた気持ちになりますね。マークもうっとりこの通り。その下では蜂もラベンダーの蜜にうっとり。みんなの心を癒すこの場所はフランクフルトから電車で2時間、車で1時間ほどの距離です。ルーデスハイムの駅から記念碑までのケーブルカー、ザイルバーンも人気だそうです。さて、川沿いの旅はここまで。次回はドイツ、シュベリーンの旅動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。